二重基準はより由々しい事態を招くだろう。朝鮮民主主義人民共和国外務省チョ・チョルス国際機構局長の談話。25日に行われた我々の新型戦術誘導弾のテスト発射は、朝鮮半島の軍事的脅威を抑止し、共和国の平和と繁栄を守るための正々堂々たる自衛権の行使である。ところが、共和国の自衛権を否認しようとの危険な企みが表面化している。26日に緊急開催された国連安全保障理事会対朝鮮制裁委員会非公開実務者協議でアメリカは我々の自衛の措置を国連決議に反すると難癖をつけ、制裁履行強化と追加制裁適用を主張した。30日はイギリス、フランスのような一部の国々の提案によって我々の新型戦術誘導弾のテスト発射のことを論議する国連安全保障理事会非公開会議を開くことにしたという。アメリカの朝鮮敵視政策の直接の所賛である国連決議に準じて、国連安全保障理事会が共和国の自衛権に属する正常な活動を問題視するのは、主権国を無視するあからさまな二重基準である。世界の多くの国々が軍事力強化を目的に様々な形のロケットを打ち上げているが、我々の正々堂々たる自衛の措置だけを問題視するというのは話にならない。客観性と公正さの原則から見てもそうである。問題発生の根源を客観的で公正に明らかにするのは問題解決の処方の順理で手順である。国連安全保障理事会はアメリカが時となく共和国をターゲットにした戦争演習を我々の目の前で強行するときは見て見ぬふりをしながら、我々が国の安全保障のため取っている自衛の対応措置に対しては頭から難癖をつけている。では、我々の自衛の措置に難癖をつけるアメリカ、イギリス、フランスはどうであるか。アメリカがシリア空爆を強行したのはこの前のことであり、イギリスが核軍縮の義務をかなぐり捨てて核弾頭の数を大幅に増やすと公式に発表したのも先日のことであり、フランスが次世代の多弾頭 ICBM のテスト発射を行ったのもさほど久し前のことではない。こうした行為が国連安全保障理事会で問題視されたり取り扱われたことはただ一度もなかった。世界の平和と安定を乱すことで誰よりも先頭に立っているこのような国々が我々の自衛の措置に難癖をつけること自体が言語道断である。私は国連安全保障理事会が極度の偏見と二重基準で共和国をターゲットにした会議や調査を行っていることを主権国の尊厳と自主権に対する有しい侵害、国連憲章に対する乱暴な違反と強く糾弾する。国連安全保障理事会が本然の使命に即して世界の平和と安全保障に寄与しようとするなら、公正さと客観性、公平性の原則から徹底的に守るべきであろう。国連安全保障理事会が二重基準を追求し続けるなら、朝鮮半島で情勢緩和でなく激化を、対話でなく対決だけを煽ることになるだろう。我々は国連安全保障理事会の一部の加盟国が、自主的な国々の主権を侵害し、発展を阻むための陰険な目的の実現に国連を登用していることを絶対に見過ごさないだろう。我々の自衛権を侵害しようとの企みは必ず相応の対応措置を誘発するだろう。土110年、2021年3月28日、平壌。